ごめんなさいね。はいはい、あとね、もう一個3つ目が、選挙中、演説会の参加費2000円や、選挙ボランティアに公職選挙法を教えるのに、わざわざ選挙違反をしたら大変と支持者を脅して、3万円の講演料を取ったりしていますが、本来なら無料でやるのが筋ではないでしょうか。選挙をお金儲けの道具にしているのでは。まず、2000円とか、取ってるのは、それは選挙期間中？選挙中って書いてます。まずこの選挙中の講演会の参加費2000円って。いや、1000円ぐらいは取ってると思いますけど、選挙の会場って無料のとこと有料のとこがあるんですよ。的な施設は選挙会中無料で借りれるんですね。でもそれとか空いてなかった場合には有料でやっぱ何十万かけて借りないといけない、その時は僕は各支部に言ったのは1000円ぐらいはいただいてもいいんじゃないかと、でこれは法律で確認しても OK だと、合法的だと言われたので、会場費として1000円ぐらいいただいたと思いますけど、2000円も3000円も取ってないとまず思います、ただ選挙前には2000円3000円取ってセミナーをやっていましたということですね。それから選挙ボランティアに公職選挙を教わるのにわざわざ選挙違反をしたら大変と支持者を、脅してっていう言い方を書いてあるのは3万円の講演料を取ったりしていますがっていうことは事実ですか？はい、講演料というか選挙セミナーっていうのもともと選挙の前から有料でやってたんですよ。でそれはやっぱり講師を読んで会場を借りて東京でやってたのでお金もかかると、そういったことも含めて選挙資金にするからっていうことでもともとの活動がありました。で今回やっぱりもう一回それを受けたいっていう方いらっしゃるから、多分3万円じゃなかったらもうちょっと安かったと思いますけど、それをもともと有料で販売してたもんだから、それを無料で流すってなるともともと有料でそれを受けてた人からすると、おいなんだよ俺たちお金払ったぞってなっちゃうから、だから廉価にして、選挙前にその支部長とかそういう人たちはミスが上がるといけないから分からない人はそれ受けてねと。であとはですね公職選挙法の本があるんですよ。僕は支部長とかそういう選挙で仕切る人はぜひ本を読むか、そういうのを受けるかしておいてくれというふうな形でしたね。でそのお金は選挙の活動費に充てますという活動資金集めですよね。いや全然悪いことだと思わないんで、うちはだから国から引っ張ってくるんでね、国から引っ張ると全ての人に文句言えるんですよ、だってお金出してくれるの国だから、税金だからね、ところが一部の人からお金をもらうと、やっぱり一部の人に忖度するっていうのは僕当然だと思うんですけど、いやそれをしないっていうのが僕は厚顔無知なところがあるんで、そんなのは一切忖度しませんよというのはもう僕はっきり言ってるんで、例えば株式会社なんかからパーティー券買ってもらうと、株主代表訴訟とか起こされる可能性があると思うんですよね、そこはどう考えてじゃあその個人はいいんです全然、個人っていうのは別にお金出したから関係なくね、思想で動くから、個人からもらう分については、全然、そもそも政党助成金を出す時にね、企業や団体はやめましょう、個人はいいですってスタートして、株主代表訴訟にかけられるような大きな会社は買わないから、そういうのあんまりそれか、交際費の範囲を収めるから株主にどうこう言われるぐらいの額じゃないと思いますよ。株式会社っていうのは本来政党には絶対カンパしちゃいけないわけですよ、でもカンパしてるわけですよね、実際自民党それは自民党にカンパしたら自分たちの会社にあるいは業界にとって有利な法律を作ってくれるから、株主代表訴訟が起こらないわけですよ、実際そう説明するから株主総会でね、でも賛成党派の場合は、与党に今のところ入る予定はないわけですから、なかなかその業界からのお金をそのまま政策に実現したりとか行政で反映させるってできないじゃないですか、そうすると株主の人がいやいやちょっとおかしいじゃないかって言ってくる可能性はゼロじゃないかなと思う。でもそれは経営者の判断だから、我々が考えるところじゃないですね。それでいいです、だから維新さんと同じ形で企業や組織からお金をもらうっていうことは否定しないですよね。パーティー券を買ってもらうっていう。いやだから結局もう明確で僕はもう結構頑固なんで筋通ってるんで、金払ったから偉そうにすんなというふうに言うわけですよ。別にお金払ったから偉そうにすんなもそうなんだけど、パーティー券買えない人の意見ってどうやって聞くのかなと思うんですよ。別にパーティー券買った買わない関係なく、で例えば月1000円の党員さんがいらっしゃるわけじゃないですか。そういう人たちの声をちゃんと中心に聞いてって、でそれもですよ、1000円払ったから聞くんじゃなくて中に入って議論をして、そこの中で決めてってねということで、だから1000円の人も100万円の人も一緒なわけですよ。だから100万円払ったから俺100万円払ってんだとかっていうことを言ってて、僕が言ってるのはゼロの人、0円の人、0円の人はだから党の政策作りには加われないですよね。